こんにちは。ニューヨークファンクフィジョの高田です。今日はですね、今回私どもで作った新しいこのペイシェントエディケーションブックレットプレグナンシーポストパータムというこのブックレットについてちょっとご説明していきたいと思います。で、我々のもとにはニディ・シャーマ先生というアメリカの、ウマンズヘルスのサーティフィケーションを持ったセラピストが働いております。彼女はその数少ないですね。アメリカでも多分ウマンズヘルスの WCS と言われるウマンズヘルススペシャリストですね。ウマンズクリニカルスペシャリストと言われる資格を持っているんですけど、多分全米でも300、400人しかいないと思います。なので大変ちょっと珍しいというか、いろんな方がねペルビックフロアスペシャリストとかウマンズヘルススペシャリストとか言ってるんですけれども、実際に、国家的な資格を持っているセラピストってやっぱ少ないんですね。なので、やっぱりこうレベルが違ったりとかするので、そういった方が一緒に我々とやってくれてというのは非常に助かります。やっぱペルビックフロアとかね骨盤周りっていうのはただここの問題じゃないんですね。ここの問題があるから首の問題がある、ここの骨盤周りの問題があるから膝とか足の問題が出るっていうのは、普通によく起きるので、我々も例えばその肩とか見ててどうしても骨盤周りとか骨盤底筋群とかの問題があって、それが我々では治せないときはこうニディ・シャーマ先生に見てもらって一緒に治すということもよくやります。で、今回は特にそのプレグナンシー&ポストパータムなので、どっちかというとその妊娠期間中と妊娠後のについてのこのブックレットになるんですけれども、いろんな情報が出回っててですね、なんかそれがもう正しい情報なのか、なんとなくこうみんながやってるからっていう情報なのかっていうのがもう分かんなくなってきてるんですね。特にソーシャルメディアなんかであっちだこれがいい、こっちがこれがいいっていうのがいろいろ出ちゃってですね、じゃあ医学的に、実際何がいいのかっていうのが意外と分かんなかったりとかするので、それの、誤解を解いたりとか、こうちゃんとした情報なんだよっていうので、提供できればなと思って、ウェブサイトからもダウンロードするようにすると思うので、いろんな人に、使っていただければなと思います。例えばですね、キーガルエクササイズなんかもよく言われるエクササイズであると思うんです。産後のキーガルエクササイズといえばGoogle なんかでね検索すれば山ほど出てくるんですけども、ニディ先生も言っているようにキーガルエクササイズをやってる人のほとんどが間違ってやってるんですね。なんとなくこういう形でやってこういうふうに力を入れたらキーガルエクササイズみたいな感じになっちゃってるんですけども、実際そのターゲットしている筋肉をちゃんと使えてるかどうかっていうのはまた別問題なんです。でうちでは超音波画像機ですね、超音波画像機またはそのセンサーを使いながらちゃんとその筋肉がちゃんと収縮しているっていうのを確認しながらエクササイズをしていくので、やはりその辺はちょっと違うかなと。さすがに、ちゃんとした国家資格をアメリカの国家資格を持っている先生だなというところで、私どもすごい助かってます。で、簡単に中身なんですけれども、こんな感じで、姿勢だとか、寝方、またはトコちゃんベルトとかその骨盤ベルトみたいのをどうやってつけてどうやって、使うかというのとか、座り方、起き方、どうやって移動するかで、その、産後に起きやすい問題ですよね。例えばその腹直筋乖離なんかも非常に多いです。で、多いがために普通だって言われるケースがすごく多いんですね。で、これ普通じゃないんです。で、腹直筋乖離にしろ、例えば産後の尿漏れだとかもう普通じゃないんです。なんかみんな起きるからこれ普通のことなんだって皆さん思っているんですけど、勘違いしないでほしいんですね。普通じゃないんです。やっぱり問題なんですね。で、特に産後の尿漏れなんかはこれちょっと脅かすわけではないんですけれども、産後の尿漏れがあると、例えばですけど閉経後とか、50歳とかになった時に尿漏れが起きる率っていうのはぐんと上がるんですね。だからちゃんと産後とかの尿漏れに対して治療をする、ちゃんと骨盤底筋が使えるようにしとくっていうのは、今後30年とか20年後40歳50歳になった時に尿漏れが起きるかどうかっていうことに関わってくるので、その辺なんかもちょっと説明してあると思います。
ので、興味があると方はご連絡いただければもちろん送りますし、今後まだできてないんですけれども、ウェブサイトの方からダウンロードできるようにして、多くの人にちゃんとした情報をね提供できるようにしていきたいと思うので、もし興味がある人はまず今はちょっとウェブサイトからダウンロードというのはできないので、問い合わせいただければ送りたいと思うので、ぜひぜひご連絡ください。今はこれ英語版だけなんですけれども、今日本語版も制作中ですので、来年2020年には日本語版もできると思うので、その時はまたその時にご連絡いただければと思います。